世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、千抜とちぎり、いわゆるこのゲームの一つの特徴となっている要素について新しく変更調整を加えたので、皆さんに共有していきたいと思います。ひとまずね、このゲームにおける魔法の概念について1分前後で軽く振り返ってみたいと思います。この世界ではメイと呼ばれる第一エネルギーが地面からね、ずっと湧き出ている状態で、プレイヤーたちはその溢れ出るメイを借りることで魔法攻撃を行うことができます。こういったメイの扱いに長けた者たちはメイナスって呼ばれてますね。で、基本的にこれは第一由来のエネルギーなんで、キャラクターたちはね、何も体力とかを消耗せずに魔法を打てるわけなんですけど、だからといってね、これずっとバンバン魔法を打ってるとバチが当たるみたいなイメージでね、千抜って呼ばれる自然現象が発生してしまいます。これ数値的な話をするとね、HP の7割が削れるっていう仕組みになってるんで、かなり痛いです。ちなみに発生するとこれ避けることはできません。この千抜がやばいなっていうことで、メイナスたちは千抜に対抗するための儀式を見出します。それがちぎりと呼ばれるアクションですね。地面に武器を刺して自らが戦う理由を深く念じます。こいつに復讐したいんだとかそんな感じですね。そうすることによって、これ裏設定的な話になっちゃうんですけど、第一神がね、なるほどお前そんなに戦いたいんか。それやったらもうちょい使ってええぞっていうことで、メイの追加使用が許可されるっていう感じになってます。つまりメイナスたちは戦いの途中でね、魔法攻撃をギリギリまで打ってちぎりをして、またギリギリまで打ってみたいな感じのサイクルを繰り返して戦っていくのが強いムーブになっております。このちぎりと千抜の関係性っていうのが、いわゆる RPG でいうところの MP のシステム、あるいは格ゲーにおけるゲージ管理みたいな役割を担ってくれているわけですね。というわけで、ある程度おさらい完了したところで、今回この千抜ちぎりの関連のシステムにどういった調整を加えたのか共有していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。今回の変更を一言で表すと、メイの使い方に遊びの幅を持たせるようにしたという感じになります。遊びの幅を増やすために大きく分けてね、2つのアプローチをしてるんですけど、まず1つ目がメイの使い道を増やしたっていうところですね。例えばこちらのタックルとかキック、これね、前までは通常攻撃っていう扱いだったんで、メイを消費しない技だったんですけど、こちらをですね、メイを消耗する技っていう設定に変えて、一部技の性能も強化してあります。まずタックルに関しては、相手のガードを一撃で打ち破ることができて、しかもね、威力もそこそこ高めなので、ぶっちゃけ通常技っていう設定の頃はね、ちょっと壊れ気味の技だったんですよね。これがメイを消耗するアクションになったことで、途中でね、ちぎりを挟まないといけなくなったので、ちょうどいいアクションになってるかなと思います。で、もちろんね、メイを消耗する技になったので、ご覧のようにね、エフェクトが結構ド派手なものに切り替わってます。今回メイ関連のエフェクトは全てね、こういった青白い光がキャラクターに集まってくるような演出で新しく付け直しております。そしてキックの方ですね、こちらもメイを消耗するアクションに切り替えました。効果としてはガードを打ち破ることはできないんですけど、反対にパリーされることもないっていう扱いになってますね。つまりこちらから攻めるときにね、先手として差し込み技として使っていくのが優秀な技っていう使用感になっております。タックルと比べるとメイの消費量もかなり少なめなので、気軽に振っていきやすい魔法攻撃という位置づけですね。そして遊びの幅を持たせるための第2のアプローチとして、千抜のシステムそのものにメスを入れました。これちょっと内部的な話になっちゃうんですけど、以前まではね、メイを使用するためにオーバーヒート値っていうものが上昇していって、この値が100に達した瞬間に千抜が発生するっていうような仕組みでやっていました。それを今回からは値が100に到達した後に最終警告エフェクトっていうのを出すようにしました。この最終警告エフェクト中にちぎりをせずにね、戦い続けた場合は千抜が来てしまうっていう風に変更してあります。つまり猶予時間が結構増えたって感じですね。以前までは100に達した時点でもう千抜が確定してたので、オーバーヒート値がね99以下の時に早めにねちぎりをしないといけなかったんですけど、今回からはねもう100以上まで達してしまっても、そこからちぎりをすればギリギリセーフ、間に合いますよっていうように、だいぶアウト判定をね緩めに変えたので、人によってかなりゲージの使い方に個性が出るんじゃないかなと思います。攻め時なんかはね、オーバーヒート値が100を超えそうだったとしても、果敢にそれを超えていけるようになったって感じですね。特にもう一歩攻めればリーサル取れるっていうような極限的な状況ではね、勇気を持ってメインを使ったアクションをしていくっていうのがかなり重要になってくるかなと思います。
ただね、あまりにも攻めすぎてちぎりができなかった場合はね、もちろん地罰が来てしまいますし、もしちぎりができたとしてもその最中にね攻撃を受けてしまうと武器を地面に落としてしまうっていう結構嫌なディスアドバンテージがついてくるので、その辺は要注意してください。そしてちぎりによって回復するオーバーヒート値の量も大きく変更しております。以前まではね、ちぎりをした瞬間にオーバーヒート値が少し回復して、その後ちぎりを継続すればね、どんどん継続的にオーバーヒート値も回復していくというような扱いだったんですが、今回からはですね、もうちぎりをした時点でオーバーヒート値が完全回復ゼロになるという風に変更しました。つまりめちゃくちゃちぎりの効果がバフされたというわけですね。正直ちぎりの状態をね継続して維持するっていうのが、スピード感のある戦闘の中ではねなかなか難しくて、戦闘システムとあまりマッチしていないなっていう風に感じていたので、もうここはね思い切ってちぎりを1回でもすればオーバーヒート値が完全回復するという形に切り替えてあります。そしてさらにですね、追加効果としてスタミナの値もね完全に回復するという効果もつけるようにしました。つまり全体的なゲームの方針としては、強めの魔法攻撃をたくさん用意して、そして強めのリカバリー方法も用意してあげて、メイを用いたアクションとちぎりっていうアクションのサイクルをね高速で回せるようにしていきたいっていう風になってます。これただね、あんまりやりすぎると魔法の価値が上がりすぎてね、通常攻撃っていうものの価値が地に落ちてしまうことにもなりかねないので、その辺は塩梅を見ながらやっていきたいっていう感じなんですけど、今まではねちょっと魔法の影が薄すぎたっていうのもあったので、今回ねちょっと思い切って強めにね踏み込んでみてます。というわけでね、今回メイ関連のテコ入れ替えでした。他にもね、今、地罰とかちぎり関連でちょっと実装中のものがありまして、例えばね、よくコメント欄とかで言われてる、地罰のね、今エフェクトでやってるんだけど、それがね、ちょっと地罰っぽくない見た目がとかね、いう指摘が結構たくさんあって、それに対してね、古くから見てくれてるね、視聴者の方とかが、あのエフェクト今仮らしいっすよ、みたいな感じで、しっかりね、優しく情報共有してくれてて、ありがたいなっていう感じなんですけど、そうなんですよね。今ちょっと仮でエフェクトでね、やってるんですけど、本来はね、地罰をちゃんとオブジェクトとしてスポーンさせて、しかもその残った地罰のね、攻撃を当てることで、破壊したりとか、さらなる魔法攻撃に転用できるようにしよう、みたいなことを今ちょっとやってまして、イメージ的にはね、その地罰を剣で叩くと、月光剣のね、月光波みたいなのがバーンって撃てるみたいな、エクスカリバーみたいな感じの、ちょっと目指してね、今作ってるところですね。それに関しては来週とか再来週とかね、順調にいけばお見せできるんじゃないかなと思います。で、他にもですね、今、最終警告エフェクトっていうね、今日の動画で話してるやつあると思うんですけど、あれをね、ちょっともうちょっと手こ入れしたくて、こっちのイメージとしては、モンハンワールドのムフェトジーバ、あいつの王の雫とかいうね、大技があったと思うんだけど、あんな感じのイメージで、最後一瞬の静寂の後に爆発するみたいなのがちょっとやりたいんだよね。最終警告エフェクトで、こうヤバそうな感じを演出して、で一瞬の静寂が来てから、地罰がドーンっていう感じにね、させていけたらいいかなと思ってるんで、その辺のエフェクトもね、手こ入れしていきたいなと思っております。というわけで今回は以上になります。お疲れ様です。